こんにちは、オートウエストエンドです。さあ、今回はご覧のようにシガーライターに差し込むタイプの電圧計を新しく購入したので紹介していきたいと思います。以前使っていましたのは本当にシンプルなもので USB の充電口が一つだけありました。そして価格も800円とかで購入したんですが、それがなぜかと言いますか、当然なのかな半年ぐらい使ってもう動かなくなってしまいましたので、新しくこちらの商品を購入しました。これはだいたい1200、300円、前回のものよりもちょっとね高めで、そしてクイックチャージという機能がついています。電圧が高めで携帯をスマホを早く充電できるという、そういう USB のタイプですね。そして ASU って呼ぶんでしょうか。初めて聞くブランドです。はい。ということで中を開けてみますと、本当にこの電圧計のみが入っているという感じです。説明書も特に入っていませんでした。はい、こんな感じで寄ってみますと、右側がクイックチャージの 3.0、 そして左側が普通の、5V 2.4A の USB、 そして真ん中下に Type-C の、接続口があります。そしてこの上の、細長い黒い長方形がディスプレイとなっています。で、一応この今触っていますケーブル、そしてその上の平らな部分、台座になっている部分が、これがスマホホルダーですね。最初結構苦労してねつけたんですが、こんな感じで配線も見えにくいように直角に後ろに行ってくれるようにいろいろ試行錯誤して、マグネットタイプのケーブルを差し込んでいるような、そんな状態になっています。はい、横から見たらこんな感じですね。これはクイックチャージ、高い電圧にも対応しているものなので、今回の電圧計から給電をして早くスマホを充電できるのかなと、期待しています。ちなみに Qi という非接触充電プラスマグネットでスマホを固定できる携帯ホルダーです。はい。そして一旦間に合わせで使っていた USB のシガーソケットに差し込む給電ポート、それを一旦今抜きまして、今回の電圧計を差し込んでいます。そしてそもそもなんでこんなに電圧計をね、必要でまた買い直したのかと言いますと、この BMW X5 のオルタネーターとバッテリーの調子があんまり良くなくて、2回ぐらい電圧が下がりすぎて止まっています。で、エンジンを回すタイミングでバッテリーが上がったのではなく、走行中におそらくオルタネーターがちょっと止まってしまい、でだんだん電圧が下がり、でもう走行不可能になり、路肩に寄せたというような、そんな感じです。それをモニターする術が欲しくて、で電圧計を常に使っています。オルタネーターが正常な普通の車はそこまで電圧について気にする必要はありませんが、僕の X5 のようにちょっとね、その発電系のパーツがちょっと調子が悪い場合は、こういう感じで目で常に確認をしておくのが安心かなと。知らず知らずのうちにバッテリーの電圧がどんどん下がってしまい、僕の X5 の場合ですと 10V を切るともういろんなフォルトコード、エラーコードが出てしまって走行が不可能になります。はい。そしてこちらはスマホホルダーですね。非接触充電ができるかどうか、このシガーライターの電圧計に USB に差し込んで試しております。
音がして充電中になりましたね。ただこのケースの方にマグネットがつくように薄い鉄板を入れているんですが、それがちょうど非接触充電のところに重なってしまうと、充電ホルダーから少しね距離ができてしまうので、うまく充電されませんでした。ですのでちょっとね中の鉄板の位置をずらして試行錯誤をして、そしてずらして設置すると無事非接触充電完了と。はい。そしてこのディスプレイに注目していただきたいんですが、こういった感じで、正常な 14V 付近なんですが、充電を始めると 9.2V ってなるんですよね。でこれはまずいなと思って、めちゃくちゃ焦ったんですが、もう 9.2V だったらもう車がね動いているのがおかしいぐらい電圧が低いことになりますので、ちょっと焦っていろいろやってみたんですが、この充電をしているこの携帯ホルダー、そこに送っている電圧が表示されるようです。この説明書、Amazon の商品ページいろいろ見てみたんですが、そういう風に表記がありました。そしてこの USB を抜いてみますと、その 9.2V、 今はね 5.2V となっていますが、それが車のバッテリーの電圧に戻ると。はい。そしてこちら左側の通常の USB の方ですね、従来型のものに挿すと 5.1V と表示されています。これはバッテリーの電圧ではなくて、充電中のそのデバイスに送っている電圧が代わりに表示されるとのことでした。ちょっとね焦りましたが、この携帯スマホをこの充電ホルダーに置いて充電を始めると、こういった 9.2V とかそういった表示に切り替わります。なので常に車の電圧を確認したいので、たまにこのスマホ充電をやめて車のバッテリーの電圧を見ないといけないので、ちょっと使い勝手悪いのかなと思ったりしております。これだとねもうずっと、9.2V で充電中ですよと教えてくれるのはねありがたいのですが、やっぱり本来のこの商品を買った目的というのはバッテリーの電圧を知りたいので、なんとかうまくその常にバッテリーの電圧を表示する方法が知りたい。そういうことができるのかどうかちょっと分かっていませんが、はい。ということでこの Amazon の商品ページの詳細を見ています。一応こちらに表が載っていました。この通りだと思います。一番下 12V 以下になったらちょっともう危ないと、バッテリーの電圧が低すぎると。でその上 12.2V から 12.8V まで、これは車のエンジンを回していない状態、オルタネーター、発電機の回っていないバッテリー単体で給電をしている状態、その時の電圧がこのくらいなら正常値だと。そして僕の X5 はアクセサリー電源状態、エンジンを回していない時ですね。その時にはだいたい 12.2V 付近、少しバッテリーが弱くなってるなという時は 11.8V とかそのくらいになりますので、この電圧計がその値を示したらバッテリー充電を行っております。そして一番上のセクションですね、 13.4V から 14.8V となっています。それがエンジンを回してオルタネーターが回って発電をしている状態ということになります。僕の X5 もご覧のように 13.8V、9V あたりを走行中には上下しているような感じです。なので、正常値で、オルタネーターもしっかり作動していることがわかります。今一旦エンジンを止めましてアクセサリー電源にしてみたいと思います。はい、 12.4V と出ました。
正常値内にありますね。今 12.3V に下がりましたが、例えばこのエンジンを回していない状態で伝送系の例えば音楽を聴いたりとかライトをつけたりとか、そういった時にこういう風にモニターをしておくとバッテリー上がりになるのを防ぐことができるのかなと思います。ちなみに OBD2 ツールを使って測定した電圧とこのシガーライトから取った電圧、あとはこの車のオンボードコンピューターですね、ナビのところに表示ができる車もあります。それぞれの電圧が若干違うこともありますので、それぞれ見る術がありましたらチェックしてみるといいのかもしれません。ということで X5 また引き続き電圧をモニターしながら、充電中はちょっとね給電の電圧が出てしまいますが、一応なんとかモニターしながら運転できそうなので、一安心というところです。そして寒くなる前にオルタネーター交換をしてあげていきたいと思います。なんとか頑張ってやっていきたいと思います。ということで今回の動画、電圧計を買おうかなと考えていらっしゃる方の参考になれば嬉しいです。今後もこういったカーアクセサリーのレビュー動画見たいという方はぜひ登録ボタンをお願いいたします。それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。